こんにちは。おっすおっす。スーパーロボット対戦30縛りプレイ、やっていきます。はじめましての方ははじめまして。お久しぶりの方は今回もよろしくお願いします。今回からスーパーロボット対戦30を、いつも通り縛りありでプレイしていきます。細かい縛り内容はこの後。初の PS4 の実況動画で、16対9のアスヒに悩まされてます。ゲーム画面が小さいかもしれないですが、諸々の枠幅の都合上ご理解お願いします。はい、ということで改めて今回プレイしていくゲームですが、スーパーロボット対戦30、2021年発売で、2023年11月現在最新作の据え置きスパロボです。スーパーロボット対戦の30周年で作られた作品ですね。最新作って言ってももう2年は前。本作は参戦作品だったり、フリーシナリオだったり、DLC だったりと色々波乱を呼び続けている作品ですが、その難易度は非常に簡単。誰でもどんな機体でも自分好みのプレイがお楽しみいただけます。はい、ということで自分好みのプレイをしていきましょう。まず難易度。スパロボ30にはいくつかの難易度設定があり、ビギナーズ、ノーマル、ハード、エキスパートと、順々に難しくなっていき、スーパーエキスパート、スーパーエキスパートプラスという難易度が存在します。ということで今回プレイするのはスーパーエキスパートプラス。いわゆる一番ヤバいやつ。まずこれ周回プレイ前提の難易度です。データ引き継ぎなしだけで縛りになるレベル。わからない方もいると思うので説明していきます。長くなります。概要欄にタイムスタンプを置いておくので、スーパーエキスパートプラス知ってるよって人は飛ぶの推奨。まずビギナーズからエキスパート。この辺は普通に敵の改造段階が上がったり、撃墜数が増えていく感じ。そしてスーパーエキスパート。ここから様相が少し変わります。まず、敵のレベルがおおよそこちらより20ほど高くなります。これにより、びっくりするほど攻撃が当たりません。さらに敵の撃墜数が70機以上となり、前期がエースボーナスを持っています。そして前期の改造段階が5段階以上となり、カスタムボーナスを取得しています。エースボーナスやカスタムボーナスはここに特色があり、悩まされることが多いです。ということでどんなことが起こるかと言いますと、まずこちらのレベルは1。犠牲になってもらうのはナラティブガンダムとよな。そして敵のギラ動画とネオジオン兵はというと、このありさまである。そしてどういうことが起こるかというと、こういうことが起こります。絶望的すぎる命中率さ。そして敵はもちろん武器も改造済み。さあどうなるか見てみましょう。ガンダムの時代は終わったんだよ。ガンダムタイプやれるのか。落ちろ。単調すぎたか。ということで、こちらの攻撃は当たらず、敵の攻撃は避けれず、当たると大体2発で撃墜される。こんなゲーム。と、ここまでがスーパーエキスパート。しかしスパロボ30はレベル差が激しければ取得できる経験値が多いため、レベルが20高いというのがあまりデメリットになりませんでした。スパロボには必中っていうヤバい精神コマンドがありますからね。むしろレベルが上げやすい難易度まである。ということでここからがスーパーエキスパートプラス。先ほどまでのスーパーエキスパートに加え、9つの追加ルールが施されています。まず、一部のミッション、イベントのプレイ不可。これは戦線ミッションといい、要するに稼ぎステージ。正直スパロボにこれつけちゃダメだろナンバーワン。何回も同じステージをクリアして撃墜数とレベルを上げるのはさすがに知らないゲームしてた。できなくなるのは妥当というか当たり前というか。そして一部のイベント。こちらはいわゆる紹介任務。出撃前に撃墜数やら PP やら経験値やらがなんか入手できるやつ。
これも個人的にはあんまり好きじゃないです。ということで一つ目はどうでもいいとして、問題物。レベルアップに必要な EXP の上昇。500から4000になります。8倍です。これがあるのでスーパーエキスパートと違い、適応としても全然レベルが上がりません。適応としても経験値が1200ぐらいしか入らないので、おおむね4機落とさないとレベルが上がりません。とにかく本気でレベルが上がらない。スーパーエキスパートプラスで一番きつい要素だと思う。そして3つ目。修理補給で EXP が入らなくなります。敵倒す以外の経験値取得は絶対に認めない。そういうこと。控えめに修理補給機体のレベルが一生上がりません。なく。はい4つ目。敵フェーズのアザーズコマンドの禁止。何これって言いたくなったけど、要はスパロボ30って敵フェーズでも精神コマンドが使えるんですよね。その中でも他の人が使う精神コマンドが使えなくなりますよってこと。対象は先見、官能、信頼、友情、祝福、応援、希望、補給、期待。でも別にこれらは味方フェーズでは使えるし、そもそも敵フェーズにまで精神コマンド使うなって話なんですけどね。はい5つ目。敗北条件の追加。すべてのミッションで敗北条件にいずれかの味方ユニットの撃墜が追加されます。マジでやってる。正直エグいとかいうレベルの話ではない。これにより俺は落とされるけど削ったぞあとは任せたとかいうこともできません。やばすぎ。しかも基本2発当たったら撃墜される難易度でです。6つ目。ゲームオーバー後のリトライ不可。要するに全滅プレイはできません。どうせやらないので無関係。7つ目。機体武器改造に必要なクレジットの上昇。これも上がり方がエグいです。ビギナーズと比較するとちょうど10倍。5段階改造するだけで130万かかるのやばすぎる。はい8つ目。スキルプログラムの生産制限。能力アップ系のスキルプログラムが生産できなくなります。要するに無限能力アップはさせません。一応拾ったやつとかは使えるみたいです。最後、9つ目。EOS アップデートに必要な MXP の上昇。EOS アップデートとは、ポイントを使って色々有利な効果を取得できるシステムです。こちらはビギナーズと比較すると5倍ほど上げるのにポイントが必要。雑にやると全然足りないし、欲しいものを取るのも一苦労しそうです。ということで以上がスーパーエキスパートプラスの内容。一応これをやることの意味としては、他のモードには登場しない特別な強化パーツが入手できます。はい、ということでここまで長々とスーパーエキスパートプラスの説明をしてきました。優に9分ぐらいかかってる。ということでここからは今回の縛りプレイの要素。スーパーエキスパートプラス以外の縛り内容ですね。まず、始めるデータは周回引き継ぎなし。まあ当然。次に、一部館内ミッションの禁止。対象はこういう以下にもなやつ。シナリオって漢字じゃなくて稼ぎ系のミッションが対象です。次に精神コマンド。本当はなしでプレイしてみたかったけど、さすがにスーパーエキスパートプラスじゃ無理ゲーでした。エキスパートならなんとかなりそうだったんですけどね。ということで、HP 回復系精神コマンドは禁止でやっていきます。強化パーツ、サポーターで精神コマンドがかかる場合も同様のルールにのっとります。その他スパロボ30にはちょっとこれどうなのな精神コマンド要素があるので、2つともなしです。敵ターンに使えるのと動いた後精神コマンド使えるのはやっぱりね。次、改造について。こちらはわかりやすく、機体改造は5段階まで、武器改造はなしでいきます。スパロボ30は5段階改造でカスタムボーナスが取得できる仕様です。そして問題のパイロット養成。まずスパロボ30のパイロット養成ですが、抑えがありません。なんたってつけられるスキルの枠がこれだけあるんですから、何でもできます。
自由度の塊という名のスキルの暴力。ということで今回はこのパイロット画面。ここで表示できる分のスキル数以上は付けられないとさせていただきます。要はスキル数は6個まで。素手5個とか持ってるからねこの人たち。そしてパイロット養成にはもう1個気にしないといけないことがありますね。それは、レベル。例えばこの人、三つ葉の底力レベルは3ですが、こうやって足していくことでレベルが9にできます。これだと枠を絞っていてもガン盛りできますね。ということで今回追加できるスキルレベルは1つにつき2レベまでとします。上げられるけど、元のスキルレベルの高さも大事よってことで。ちなみにスパロボ30では一部スキルはレベル4、レベル2に達すると EX に変化します。でもこれにするには3個つけているので、少々気持ち悪いですがレベル3止まりになります。EX にできるのは素でレベル2以上を持ってるパイロットのみということ。またさっきも言ったように、レベル2で EX になるものに関しては、レベル1までの付与とします。そして忘れちゃいけないのがこれ。ステータスアップの要請です。スーパーエキスパートプラスの使用で、各種スキルプログラムの作成ができなくなっていますが、そもそも今回これを上げるのはなしです。作成できなくても、各ミッションごとに入手できるようにできたりはしますからね。ということで以上パイロット養成の縛り内容です。複雑な説明しましたが、要はこの3つ。はい次、EX アクションの禁止。EX アクションとは、EX カウントという数値を使用し、色々とんでもな効果が得られるもの。特に悪さをするのはマルチアクション。敵を倒すともう1回行動できます。要するに G ジェネのあれ。などなど色々な効果がありますが、全部なしです。戦艦かそうでないかで使えるものが変わりますが、どっちもなしです。次、問題の DLC とエクストラ。スパロボ30はいくつかの有料 DLC、そして無料アップデートで機体やキャラが追加されました。DLC1 で桜大戦、ボルテス5、排入ガンダム。DLC2 で鉄血のウルフェンズ、ウルトラマン。そしてエキスパンションパックで今回プレイするスーパーエキスパートプラスのほか、ボトムズ、シンカリオン、ゲッターロボデボリューション、アルティメットダンクーガ、レッド5プラス。そして各種 DLC、無料アップデートで色々なスパロボ OG 機体と、多数の機体とキャラクターが追加されてきました。この辺をどうするか問題ですが、ひとまずは各種 DLC、エクストラの追加ステージのみ使用可能とさせていただきます。まあ理由は至極簡単。強いんですよこいつら。既存のキャラの出番がだいぶなくなるくらいには。まあ有料だからね。仕方ないね。これらの DLC やエクストラのミッションはおまけ的な感じになるかと思いますが、どこかでプレイはしていく予定です。また DLC にはもう一つ、ボーナスミッションパックというものが存在しています。こちらは追加キャラクターなどはおらず、既存キャラたちの合間合間のシナリオがステージ化された感じ。こちらも DLC にはなりますが、ちょっと強めの強化パーツが手に入るぐらいなので、普通にプレイしていく予定です。なのでシナリオの途中で DLC シナリオをプレイしていたら、これに入っていたやつだと思ってください。そしてそれに付随して DLC、エクストラのエリアミッション、館内ミッションがありますが、これらはプレイしていくつもりです。使用キャラが増えるもののみ制限を入れるって感じです。以上、DLC の扱いとします。正直ここに関してはどういう扱いにするかめっちゃ悩んでるところではある。せっかくの機体たちだから使いたいみたいな気持ちもあるんですけど、やっぱり強いからね。暴れすぎない程度にってことで。そして強化パーツ。これに関しては一部強化パーツの使用禁止します。確率何%以上だと絶対当たります系のパーツがありますが、そういうのはなんか嫌いなので禁止。あとさっき言ったスーパーエキスパートプラス限定の強化パーツもなしで。行動回数プラス1とかあったりするんでね。
あとは DLC 専用の強化パーツ。館内ミッション、ボーナスミッションパックで入手できる強化パーツはそこまでやばくないんですけど、各種 DLC やエクストラの機体が仲間になるミッション以降で入手できる強化パーツ。ちょっとこれだけは効果がぶっ飛んでしまっているものが多いので、今のところなしの予定。とはいえ先ほども言ったように、おまけとしてだったり本編クリア後とかにしか影響が出ないものなので、一応未定多分使わないとだけさせてください。その辺をプレイする時までには決めます。多分80話以上後とかだから。最後に、EOS アップデート。こちらは各種5段階までとします。何も解放しないで強化できるとこまでですね。あとはいつも通りソフトリセットのセーブ多様プレイ、バグ技はなし。以上、今回の縛りプレイ内容になります。正直だいぶ持った感じはある。元の難易度が割とやってるスーパーエキスパートプラスなので、だいぶエグいことになると思います。なるべく失踪しないように頑張ります。後半どうなるか正直わからん。ということで、縛り内容説明動画でした。すでに16分というこの、大体スーパーエキスパートプラスが悪い。ということで今回の動画はここまで。第1話の動画はこの後すぐ上がる予定なので、もしよかったら見ていってください。なおスーパーエキスパートプラスは使用上第4話まではハードモードの難易度になるので、最初4話はくっそ簡単です。スパロボ30の通常難易度ってこんなもんなんだなって思ってください。それでは次回。チャンネル登録や動画の高評価、Twitter のフォローなんかしていただけると泣いて喜びます。それでは、ご視聴ありがとうございました。